お、すげえ。どうも、今日は田んぼの草刈りに来てます。で、今回はこんなものを持ってきました。これがですね、ちょっと前に手に入れて動画でも紹介したマキタのスプリットモーター用のヘッジトリマーアタッチメントっていうものになります。これがですね、生垣の剪定とかをするこのスプリットモーターにつけて、使えるそういったアタッチメントなんだけど、前回は生垣を買ったんですけど、今回はですね、これを使ってこの田んぼの草刈りをやってみたいと思います。数年前にですね、同じくマキタの生垣バリカンっていうやつで草刈りをするっていう動画出したんですけど、生垣バリカン自体はこんなようなギザギザの刃がついてて、それで草刈りうまくいったんですよね。それと同じ要領で今回これを使って、ここの田んぼのこののり面、この斜面ですね、ここが草ぼうぼうになっちゃったんで、ここの草刈りやってみたいと思います。で、こっちはですね、生垣バリカンと違ってこの操作するところから刃がこう離れてるんで、こうバリカンみたいにしゃがんで刈ったりしなくていいんで、これはいいんじゃないかなということで、今回これで草刈りやっていきたいと思います。とりあえずモードは1でいってみますか。これで、おお、ちょっとここをこう下げてこうやってあげると角度変えれるんですよね。ちょっとこの角度でいってみましょう。おおすげえこれ。あ、いいいいいい。あ、すげえ。いい感じですね。すげえ、これバリカンみたいに刈れますね。こういったチップ層と違って、なんていうんだろう、小石とか破片が全然飛んでこないです。これ角度ついてんのめちゃくちゃやりやすいです。もうちょい、これぐらいかな。はい、ちょっと抵抗あるけども全然いける。あ、これいいぞ。どうすか。しかもこのリーチが長いんで、こののり面の下までこう届きますね。おお、すげえこれ。ああ、いいいいいい。おお、すげえ。しかもここでこう止まってるんで、そこまで負担はないですね、この支える。お、バサバサいけるな。バサバサいけます。
これはめちゃめちゃ気持ちいい。こういったところにこう分け入ってからこう行くのもいいですね。いやこれ本当に石とかが全然飛び散ってこないからサングラスしなくてもいいぐらいですね。まあ、一応ちょっとサングラス念のためにはするんですけど、本当に全然飛び散らないです。で生垣バリカンの時もそうだったんだけど、石だけはちょっと注意してやります。ここいつも買ってるからだいたいどの辺にでかい石埋まってるかちょっと分かるんで、それだけは気をつけます。いやただこれすごいわ。こんな長いこの腰ぐらいあるこんな草でも余裕でバサバサいけますね。すげえ。ちょっとだけ簡単に刃の角度変えれるのいいですね。おお。めっちゃ楽。何これ。ヘッジトリマーやばいな。一発で投げ払えるの超気持ちいい。もうこんなに早くこの一帯終わっちゃいました。いやどうすかこれ。これよりもはるかに楽です。ちょっとこれ実践してみた方が分かりやすいと思うんで、ちょっとこのカメラ目線っていうか自分目線のこのカメラでちょっと説明します。これがですね、こっちの場合、これはですね先端が軽いからこう振り回しやすいんだけども、で、こっちの場合はですね結構回転、この弱モードでやったとしても結構枯れるんですよ。枯れるんだけどこう何回もやんないといけないんですよね。こういった時にやっぱこう斜面に踏み込んでいかないといけないから、こう足踏ん張りながらこうやってあげる必要があると。でこういうとこもですね結構気使って、あんま足前に出てるとこう切っちゃったりして危ないんで、本当にちょっと足引いて踏ん張りながらこんな感じですね。こう往復させながら刈らないといけないと。でこう絡まったりもするんですよね。こっちの場合はですね、っていうかそう、このスプリットモーターはですねこんな感じで付け替えができるんで、これめっちゃ便利です。こっちはですねチップ層のアタッチメントと比べるとちょっと重いんですけど、いやでもそれ加味してもこう何度も往復させなくていいっていうのは楽ですね。2でこう寄せられるし、こうちょっ
ょっとこのクローバー系のやつはちょっと抵抗が強いというか、サラサラの草よりもちょっと引っかかるは引っかかるんだけど、全然これ引いてあげればいけますね。3にしたらどうなんだろう。あ、めっちゃいい。うわ、これいや、すげえ、これ革命だわ、これは。で、これがですね、ちょっとこうしてあげると角度変えれるんで、簡単に。なんて言うんだろうな、こう引いてやった方がいいかも。うわー、やばーすげえ、これおお、やべえ。こっちはこういった方がいいかな。あ、これいいっすね。こういってこう帰ってきますか。ちょっとパワー3でいくか。いや、でもこんな感じですね。すごいわ。ちょっと雨降ってきちゃったんで、雨降ったとて水分補給は大切なので、とろけるカフェオレめっちゃ冷えてる。ただいつもより全然疲れてないですね。疲れないです。疲れないというか疲れにくいです。往復運動がかなり少なくなるんで、それはいいかな。なんか下手に引き狩りするよりも、一番最初のそこら辺やってた刈り方で刈っていくのがなんだかんだ一番いいかもしれないです。引いてるとやっぱ草が絡まってきて、その時は重くなるんですよね。ちょっとずつやっていけば絡まないんで、この方向でガーッと刈っていくのが絡まりにくいし、草もたまらないんでいいんじゃないかと思います。じゃあ残りこれだけ、その方法でやってみますか。よいしょ。いやー、この刈り幅が広いんで気持ちいいです、本当に。はい、てな感じで、もう終わっちゃいました。早いですね。やっぱ一番楽なのは何回もこうやって振らなくていいことですね。はい、ということでここののり面の草刈り終わりました。ちょっと雨降ってきちゃった。いやー、ただ今回これ初めて使ってみたんですけど、なかなかいいですね。のり面に関してはこういったチップ層よりもはるかにやりやすいです。っていうのもですね、ここの角度が変えられるっていうのももちろんなんだけど、このストローク刈れる幅が広いんでドバーッと刈れちゃいます。なんか中世の草刈り鎌みたいな、そんな感じですね。でしかもこう常に交差してるんで、なんか切れ味の落ちない大釜みたいな感じで使えます。じゃあちょっと良かった点から言いますか。良かったのはその刈り幅が広いと、この全長も長いんで、のり面の下の方まで楽々届いちゃいます。いちいちこういった斜面に、立ってこう踏ん張ったりしなくても
この上の方からバーッといけるのはいいですね。あとはですね、燃費がめっちゃいいです。今回5アンペアのもの持ってきたんだけど、バッテリー今4分の3です。でちなみに今回ですね、ちょっと動画には撮影してないんだけど、他のところこれで草刈りしてたんで、ちょこっと使ってるんだけども、それ加味してもバッテリー1個でここバーッと刈れました。自分がサボっててボーボーになっちゃってたからフルパワーでやったんですけど、これの草丈が低い場合は1とか2でも全然刈れると思います。はい、なので燃費もいいと。このアタッチメントに関してはこれスプリットモーターなんで取り外しできるんですよね。だから持ち運びがめっちゃ楽と。これに至ってはこういう風に付け替えて、これだったらチップソー、自分はめちゃくちゃ使ってるんですけど、こういったナイロンコードアタッチメント、こういったものも付け替えられます。そういった動画この辺にいろいろ出しておくんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。いろんな使い方ができます。ということで、この持ち運びもしやすいと。であとはこのさすがマキタといったところでしょうか、切れ味めちゃくちゃいいです。新品に近いっていうのもあるんだけども、すごい切れ味です。あとめちゃくちゃ静かです。これ早朝にやってても全く問題ないと思います。このチップソーよりもはるかに音が小さいと。飛び石のチュイーンっていう音もしないですね。で使ってみてここがなと思った点はやっぱちょっと重いですね。ヘッドが結構複雑な形してるんで重いです。ただその点、こののり面にこうやった時にここのフック、この吊り下げのところで重量を分散できるんでのり面ではいいですね。ただこの自分の足より下のところを刈るにはいいんだけど、自分の足と同じ高さもしくはそれよりも高い位置を刈るときはですね、結構重いですね。そういった場合はチップソーの方が早いかもしれないです。であとはさっきも言ったチップソーよりもこう草が溜まってきた時に重くなるんで、ちょっと力が必要ですね。であとは石とかに気をつけないと、刃が1枚でもいかれるとこう噛み合わせがうまくいかなくなっちゃうんですよね。こういう風になってるんで、1個でも噛み合わせ悪いとこう止まっちゃいます。ちなみに、自分はですね、この生垣バリカンで昔草を刈ったっていう動画があったんだけども、家でたまにこれやってる時にですね、一度だけスプリングを噛んじゃって、刃が1本ダメになっちゃって、こうシャラシャラこう交差しなくなっちゃったっていうことがありました。その時はその欠けたその飛び出た1個だけをこう研いであげたら、治ったんですけど、ちょっとそういうところは気にしないといけないですね。なので石とか出てると引っかかるとまずいと。で刃もこういったチップソーよりも高額なので高くついちゃいますね。そんなところですかね。これどういった方にいいかっていうと、こういったもう自分の土地でどこに石が出てたりとかどこに起伏があるみたいな、そういうのを知り尽くした場所で、こう慎重に使う分にはいいんじゃないかなと思います。初めての場所行って一発本番で使うとなると、何が飛び出してるか分かんないじゃないですか。で細い針金とかあろうものなら、自分がこれの時にやっちゃった時と同じく刃がダメになっちゃうんで、なので刈り慣れた場所でやるのはいいかもしれないですね。こういったのり面ではこれ絶大な力を発揮するので、他にもちょっと今日雨降ってきちゃってここでやめるんですけど、まだやっていないところあるので、そういったところもちょっと買ってみたいと思います。今回はですね、他の場所をこれでとかこういったもので買ってた関係で 40V のスプリットモーター持ってきてやったんですけど、正直これぐらいだったら 18V 仕様のスプリットモーター自分所持してるんですけど、それでも良かったかもしれません。なので次回この借り残したところ 18V 仕様のスプリットモーターで買ってみようと思います。はい、ということで今回はマキタのヘッジトリマーアタッチメントで草刈りしてみたらめちゃくちゃ便利だったっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。